こんにちは。大工の翔やんです。今回のこの現場はね、この増改築になります。レイカットに出すほどもありませんから、もう自分で手刻みして建てていきます。大工内でまずは手刻みしていきます。今回の現場はね、お仏壇を置く部屋を少しだけ出す、そういう現場になるんですけどね。これなんでこんな色ちゃうの？でこれがほらすり直すまでや。これが一回第三の下のこれジャーンと走らせて、じゃあこれは削ったらこれになるの？おお、これ削ったらこれにまず目を起こしてプレーカット出してもね、いろいろ打ち合わせしてしとるより、自分で刻んだ方が早いかな。取り付けもありますしね、刻むってことでこうやってるんですけども、割とね材料は大きく欲しいですけど、立てる時はね手だけで組んでいくんで重いと大変なんです。ギリギリのラインのこの材料でね、乾燥剤で刻んでいこうかなと思います。30年前までぐらいはね、こうやってこのレンガ穴で削りましたよね。家一軒ってこれ100本からですからね、それを毎日毎日電気穴で木作りをねしたもんです。その時に大きい電気穴にこう出会ってね、今となるともう何年に一遍しか使いませんから骨董品みたいなもんですけど、昔はね本当にこれもう毎日っていうほどこの重い電気穴使いましたね。あっちに明かりがあるってことはようわかるやろ。この電気穴だけでトレーナーぐらいのね精度で鉄ってやらんとダメなんですね。まっすぐな面作って直角出してデコボコではダメですからね。でももう慣れてくるとね、こういうのもうまく使えるもんです。で1本大工が手入れするとこんだけかかる。いの1からいのこれ手書きの図面？あして書くんかいそういう意味じゃねえ。それではね、久しぶりの墨付けをしてきます。その前に材料の癖というかね、使い勝手、それを見極めるのも一つなんですね。このタイミングに癖を見極めるってこと？っていうか上は下は見てな、荷重に対しては癖を作ったらんと。これ柱じゃないの？これは土台、土台は基礎の上に乗るんよ。で両端を大体は絶対押さえるから、これは下がりに使うんだな。よっしゃ。これ何これ？うわー、バッて書いてある。バンバッて。墨付けの順番って言ったら、まずは一番に土台ですね。そして胴出し上がって、桁上がって、もや上がって、今度は縦柱して2階の柱して通し柱してとかね、横なら横をずっと先に追います。縦なら縦ばっか追う。普通一般の大工の墨付けの順番ですね。今は楽してね、アルミの尺竿でつけるのも墨差しじゃなくてこのボールペンですよね。きれいに蹴ってあって乾いていれば正直ボールペンで十分なんですよね。そして寸法のしっかりしたこの既製品はね、曲がってなければもう無理に芯墨なんか打つ必要ありませんからね。正直昔はね、長生き製材してもらうとね、右と左がこう寸法違ったんですよね。ですからこの芯墨を打って、その芯墨からこの各仕事を拾ってたんですよね。そのために芯墨って絶対言ったんですけどね、この頃は不要になりましたね。今回の柱はね、全部が同じ長さなんですね。そういう場合は長い台に一列に並べてね、墨打ってザーンと切ればもういっぺんに OK ですよね。これでね、墨付けは終わりました。今度は刻んでいきます。この道具はね、有釜ほど取りってなんか変な名前なんですけども、これでね、敷地は大半ができます。
これもねもう何年って使ってないんで各シャフトが油切れで動かないんですね。油さしてね動かそうと思うんですけど、サボってね油もこのピュッとこう出ないんですよね。硬い。なんか筋トレしとるみたいな。ほら俺2本つけてほら刻みの場合はもうどれから刻んでも全然差し支えないですから、とにかく手前の木から刻んでいきます。今回はこの柱の程取りやねパワーありますからね、一気にスカッと落ちてくれますよね。で割とこの機械はね自在にあちこちが動いてくれるんでね、割と使いやすい刻みで一番好きな道具ですね。柱のほどはね大きな面を取ります。今のこのプレーカットのほどの面ですよね、もう面が小さいんですね。ですから同じほど穴に合わすんでもねなかなか合わしにくいですしね。そしてもちろん頭にはね番付書いて、それが基本ですよね。何出してきてもマグサがもう1本だけ入るんでね、そのマグサの穴も忘れずにねしっかりと掘っておきます。アリのね折った部分の敷地は先ほど使ったアリカマほど取り、アリは一発でできます。でもメンタというか落ちかけの部分はねオイレルーターで作っていきます。これもねオイレが取れて三角のアリのメンタ斜めに穴が掘れるんですよね。これも最初に出て使った時にねこんな便利なもんができたんやなと本当に不思議に思いましたよね。回転してるのに斜めの穴が掘れるなんてね本当に便利だと思いましたね。今回ビルジーさんから面白い画期的な仕事代送ってもらいました。これ何なん？これは作業台。まあ正式には作業台の足やな。こういう動きする。変わったやろ。こういうふうにもうワンタッチみたいなもんやな。で縮めるのもシュッ、まあ1秒やな。伸ばすのもこんな感じ。ペケ台の代わりみたいな感じなの。こうやな。ペケ台の2つが1つになってこう伸び縮みができる。で現場やったらこれ邪魔になるやろ。こっち持ってってパッ、こういう感じでワンタッチで動かせるっていうか、一瞬で場所も変えれるんや。変えるっていうかなあ。ああなるほど、めっちゃ手軽ってこと？いやこういう感じで置けばテーブルがもうこれで完成やな。仕事台のサブロックタイプのこの
ベニヤに合わせてあるからバランスはええわな。現場ならスカッとまっすぐ床張ってあるけど遊んどんやな。あそこ浮いてるってこと？まあ言うとこの作業場やけデコボコで、これを直すためにこう伸ばしてあればいいな。これしっかり、これが高さ5センチまで伸ばしても大丈夫になる。この高さも5センチ上げることができるんです。と自分らはまあ背低い先やけど、背の高い人もう5センチ欲しいなと思った時に高くできるっていう。これで600キロの荷重が持つ、まあ、メーカー保証しとるんで、現場で言うたらボード30から40は乗せれるわね。こんだけ乗れば十分ってことか。これ十分やな。これに30乗れたらこれ値段あるしね。こんだけ乗れたって仕事はできるんだよね。ペケ台に代わる手軽な作業台みたいな感じな。ペケ台だと高さ調整をなんかベニヤかパッキンか、まあ、いろんなもんでしてまっすぐ背中、これだったらもうアジャスターついてますしね。なんか今時感あるな。そうやね。こんなん今までなかったん？そうやな、なかったと思うで。自分は知らんわ。こんな面白い作業台世の中に眠ってたんですね。今なら庄屋の限定クーポンでお得に買えますよ。結構使い道があるんじゃないですか。まあ少ない材料ですけどね、これで刻みが終わりました。では現場でね、土台を据えていきます。最初に言ったようにね、基礎の部分だけが出ます。まあだいたい3メーター高く出るんですけどね、この部分がもう今回の工事のこのメインですね。お仏壇を置く部屋が欲しいということで工事は始まったんですけどね。まずはね、地積みを打ってきます。増築する場合はね、古い建物に揃えるってことですよね。120のね柱立てましたから、同じような寸法で。でもここはメーターモジュールで立ってるんで割と広いんですね。既存の基礎はね換気口を取ってあるんですけど、今回の基礎はもう換気口を取ってありません。基礎パッキンでいきます。もちろん通気のね空気が通る基礎パッキンですけどね、それの方がね穴の面積足すと普通の換気口より大きくなるんですってね。計算したことありませんけどね。第一この基礎が丈夫になりますよね。どうしてもこの換気口からクラック入りますからね。今回3本ずつボルト入れてもらったんですけど、これいざこの霧で穴開けよう思ったら古い霧が入っとる箱持ってきてしまったよね。切れんもんでこのインパクトで開けたことってないんですけど、インパクトでも霧さえ切れれば十分開けることできるんですね。基礎パッキンを基礎にコンクリ釘とかビスで留める人もいますけどね、それはいらないと思いますけどね。ノコギリでススッとこう切れるんですよね。柔らかい感じがするんですけど、強化プラスチックで何トンの力を耐えられるってことやね。便利な素材ですよね。室内になる部分のいらない鉄板を取り外していきます。取り外す言うてもね、上まで取り外すわけにはいかないんで、高さを見てね、新しくつける屋根の高さでできます。でもいきなりね、これの屋根の高さをミリ単位でしてくってなかなか難しいんですよね。きちっ
と切るのはねブリキャさんに任して少し余裕見てね自分らはもうええ加減な感じで切ってとにかく鉄板をめくってきます。鉄板をめくるってねなかなか嫌なもんですよね。春よりはいいですけどねすぐ手切れますしねあいつ怖いですよ。切ったとこをこれ触ってないからいいんですけど切ったとこ触ったらね握ってはめてでもすぐ切れてしまいますよね。基本は一旦握ったらもう絶対離さないことやね。でもほかすときはパッとほかすそれが一番いいんじゃないかなと思ってますけどブリキ屋さんにここだけ呼ぶっちゅうわけにはいきませんしねなんとかめくれてよかったです。そしてめくった部分のこの右側にね入り口を1箇所取ります。ここの面に筋貝が入ってるんですね。筋貝1枚取るんでこの左の一間壁に面材を貼ります。ここだけ少し強くなったぐらいで結果は収まります。この面材を今貼らないと縦待ちすると釘が打てないということでね前もってこの2枚だけは面材を貼っておきます。これで増築部分の手刻みねそしてこの少し解体して土台姿勢までできました。これでいつでもこの食べていけます。以上大工のしがんでした。